今この瞬間、あなたには常に2つの選択肢があります。頭で考えるか、それとも心で感じるか。このどちらかを選ぶかによって人生の感じ方、得たい感覚が大きく変わってくるのです。いつかきっとうまくいくではなく、今この瞬間にもあるその選択肢を知ることで違った感じで生きることができるというお話です。人間の脳には左脳と右脳があります。左脳は論理や分析、つまり思考を担当します。思考は便利ですが、実はいつでも裏返るのです。こうした方がいいなって思ったのに、すぐにやっぱりこうしない方がいいかもと思い直してしまう。これは思考には絶対の正解がないという左脳の特徴によるものです。一方、右脳は直感や感情、そして身体感覚を司っています。ここには全く違う世界があるのです。考えても答えが出ないとき、心で体を感じてみる。それはいつでもできるもう一つの選択肢です。頭で考える思考、体の感覚、この二つが常に選択肢としてあるのです。頭で考える、心で感じる、これを私の言い方にすると思考、そして身体の感覚となります。いつか自動思考が減ってきたら、きっと体で感じることができるんだろうではなく、今考えても考えても結論が出ないとき、体に聞いてみよう、感じてみようという選択肢は常にあるのです。今日はそれを感じていただきたいのです。ここで心で感じる、体の神経を感じる効果についてお話しします。右脳は自律神経と深くつながっています。左脳が過剰に働いていると、ストレス物質が神経を傷つけてしまいますが、右脳を使って感じることを選び続けていると、神経が徐々に回復してきます。そしてその神経は細胞の意識と深くつながるようになるんです。神経は細胞の声や感覚を意識とつないでくれるという、神経は神の道と書きますが、それは本当にそのまま神の道のような力が現れるのです。細胞には私たち個人の意識を超えた集合意識、あるいは集合無意識と結びついているのです。それは一個人では決してわかることのない、いろんな生物と調和した情報とつながっているということです。具体的に私自身の経験ですが、以前宅配業のパートをしていた頃、宅配前にどのルートを通るか決めておくのですが、なぜだかわからないけど、こちらのお宅から先に行きなさいという直感が出てくるんです。順番通りに行きたいけど、直感に従うと、ちょうど今お出かけになるところにばったりと会うというようなことが起きるわけです。今ちょうど出かけるとこだったので、荷物がもらえてよかったわなんていうお話をして、それで荷物の配達が完了できたということが何度も何度も繰り返されました。
こんなふうに一個人ではどう考えてもわかるはずないことが直感として感じられるようになるんです。細胞はどうやらそういうことをわかっている。生き物同士、人間同士、その離れたところでもつながり合っている。そしてそのつながり合う情報は神経を通して右脳が受け取っていて、直感という形で感じ取らせてくれる。そういうふうに思っています。細胞の意識は実はいろんな生物とつながり合っていて、つまりテレパシーのような同じ一つの精神をエネルギーとして使っている。細胞とつながることで個人ではわからないことも直感として送ってくれる。ではどうすればその力にアクセスできるのか。細胞とつながるためには頭で考えるのではなく心で感じる。つまり思考ではなく体の感覚で感じることがとても大切になります。体の感覚で感じるようになるためにお勧めしている方法は、問題や疑問などの思考が出てきたら、それをぐっと掴んで、イメージでそれをバーンとお腹に投げ込むようにしてくださいとお伝えしています。わからないことはお腹に投げ込む。そうすると体や神経にその問題が預けられます。この時問題は体の中に入って、そしてすべての生命、存在とつながっている細胞のところでじっくりとこの問題についての答えが生み出されます。お腹に投げ込んだ後、答えを感じるまでにちょっと時間がかかります。頭で考えて答えを出すより時間がかかってしまうんですが、少し待ちましょう。体にその問題を預けておくと、細胞のそのつながり合う無意識からゆっくりゆっくり回答が意識に与えられる、答えが出てくるという経験を得ます。答えが体から直感という形で上がってくるのです。直感とは具体的にはこのような感じです。例えば、引っ越ししようかなと迷っているとします。引っ越ししたいけど、なんかすごい大変だな。まだこのまま住み続けてもいいかな。でもな、やっぱり引っ越ししたいな。このようにずっとぐる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 結論が出ないという状況だったとします。こんな時、先ほどお話ししたように、私にはわかりません。体にお願いしますと言って、その問題をお腹に投げ込むイメージをします。その後、しばらく経って、引っ越しのことを忘れていた頃に、ちょっと次元の違う感じの答えが感じられるようになります。それは、愛するまたは愛される場所っていうのは、今の場所ではなく、他の場所である。こんな感じです。愛とかと結びついて、なるほどと思わせる、全然違う答えを感じることが多いです。わかりやすく、はい、引っ越ししなさいとかじゃないんです。なるほど、私の深い部分はそういうふうに感じてるのか。私はここの場所ではない。他の場所に
確かに愛を感じているというようなちょっと変わった答え、ちょっと種類の違う、深さの違う答えのような感じで上がってくるんです。このように頭で判断したり思考で答えを出そうとすることも一つの選択肢です。それと同時にお腹に投げ込んでつながり合う細胞の意識からいろんな人にとって一番いい答えを作り出してもらい、それを受け取るという選択肢も同時に存在しています。この時、私が考えるではないんです。私が考えているんじゃなくて、もっと大きな意識のつながりが答えを考え出してくれる。それを私が受け取る。この選択肢はいつもあるのです。右脳と左脳、もしくは右脳神経と左脳という常に2つの選択肢があり、考えるという選択と感じてみるという選択があります。感じる方を選べば選ぶほど、感じる神経が回復し発達し、細胞からのすべての生き物と調整済みの情報を受け取りやすくなります。常にどちらかを自分で選ぶことができます。いつかきっとではない。いつかきっとには永遠に来ないというパラドックスを内包しています。どんなに自動思考が暴走していても、今この瞬間にも心で感じ、右脳神経を使う選択肢があります。大きな意識のつながりからの答えを受け取る選択肢があるのです。体を感じる選択肢を選び、大きな意識からの答えを受け取っていきましょう。